この動画は過去動画の再放送です。途中紹介されている別動画は現在アップされていないものもあり、リンク切れしている場合がありますが、ゆっくり再アップしていきますのでお待ちくださいね。それではご覧ください。こんにちは、斉藤直樹です。今日はリスナーさんの質問にお答えしていきます。ミリーナさん、22歳の方からの質問です。斉藤直樹さん、こんにちは。いつもためになる動画ありがとうございます。絵柄について質問させてください。現在、イラストの塗り方、絵柄を厚塗りか、線画プラスアニメ塗りの塗り方、どちらの絵柄にしようか本気で悩んでいます。これらの塗り方には、どちらもいい部分があるからです。私は厚塗りで綺麗なものを表現することが好きで、Twitter を始める際も、好きな厚塗りで描いていこうと思って投稿し続け、もう1年になろうとしています。ですが、時間の経過とともに厚塗りよりも線画から描いたイラストに需要があることが分かりました。イラストレーターとして活躍されている方も線画から描いている方が多く、仕事のレパートリーも線画で描いたイラストの方が多い印象を受けました。厚塗りはキービジュアルなど目を引くイラストを表現することができますが、グッズなどの商品として出すなどという点では汎用性が低いのかなと感じました。好きで描いてきた厚塗りですが、これからもずっとこの絵柄でいいのか不安を覚えてきました。そこで斉藤さんに質問です。将来的にイラストを仕事にしたいと思った時、需要があるかどうかわからないけど、自分のしっくりくる絵を描いていくか、あまりしっくりこないけど、需要に合わせて描いていくのか、という壁にぶち当たった場合、どちらの選択を取りますか？よろしければ回答お待ちしています。とのことです。ミニーナさん、ご質問ありがとうございます。いやー、この問題、実は多くの方が悩んでいる問題なんじゃないでしょうか。あっさりとした絵柄の線画プラスアニメ塗りがいいのか、それとも重厚に塗り重ねる厚塗りがいいのか、Twitter などでパッと見た時に、〇〇さんのイラストだって一発で分かってもらうためには、この人はこういう絵柄っていうイメージをつけることはすごく優位に働きますから、そういう向上心があればあるほど、厚塗りにしようか、それとも線画アニメ塗りにしようか、どうしようなんてね、深く悩んでしまうものだと思います。実際僕も10代、20代の頃にはこのことについて深く悩みました。イラストレーターとして仕事をする中でもずーっと考え続けてきたことなんですが、ここで動画を見てくださっている皆さんに朗報です。もったいぶらずに結論言っちゃいますね。これからイラストを頑張っていくためには、線画アニメ塗りが有利なのか、それとも厚塗りが有利なのか、それはですね、どっちでも OK です。何それって思ったかもしれませんが、落ち着いてください。それにはちゃんとした理由があるんです。この動画を見ていただければ、アニメ塗りにすべきなのか、それとも厚塗りにすべきなのか、それぞれのメリットとデメリットを知っていただけて、そしてその上でどのようにご自分の絵柄を決めていけばいいのか、ご自分のこれからの指針を決めるためのヒントにしていただけると思います。ぜひ最後までお付き合いください。それでは早速行ってみましょう。線画プラスアニメ塗りのメリット。はい。それではまず、それぞれの絵柄に対してどういうメリット、そしてデメリットがあるのか解説していきましょう。まず、線画プラスアニメ塗りのメリットなんですが、はい。例えばね、こんな絵柄ですね。まずは、こういうシンプルな絵柄は多くの人に好まれやすい、そしてとてもキャッチーな絵柄にしやすい特徴がありますね。多くの人にとってパッと見た瞬間に、この絵好きってね、そういう感情を抱かせやすい特徴があると思います。これなぜかというと、多くの人にとって分かりやすい、理解しやすいというのが好感度において重要な要素の一つだからです。特に男性にとってはこの傾向が顕著らしいですね。ドイツのテュービンゲン大学の研究でこんな実験があったそうです。複数の男性に対して様々な表情の女性の写真を見せて、どの女性に対して好感を抱いたのか聞いたところ、泣き顔や笑い顔の表情の違いにはあまり関係がなく、どういう感情なのか分かりやすい女性に好感度が集中したそうです。このことから特に男性は感情が読み取りやすい女性の表情に好感度を抱きやすいという傾向があると言えると思うんですが、そう考えると線画プラスアニメ塗りは表情をかなり端的にデフォルメして分かりやすく表現する表現方法です。そういった意味において特に男性を引きつける美少女イラストを描く際の絵柄を決める場合には、分かりやすい線画プラスアニメ塗りは非常に強力な威力を発揮する、そういう絵柄と言えると思います。もう一つのメリットは、厚塗りに比べて比較的短時間で絵を仕上げられることでしょう。これは絵柄にもよりますし、個人の能力によるところも大きいですが、膨大な作画が必要なアニメの絵柄を見れば、それは明らかだと思います。アニメを動かすには何枚も絵が必要です。なので、1枚に対して
してそれほど多くの時間をかけることができないわけですが、そうなってくるとできるだけシンプルな工程で短い時間で描ける絵柄が必要です。そんなアニメの絵柄において、いわゆる厚塗りの重厚な絵柄ってほとんど見かけたことがないんじゃないでしょうか。一部ね、山村浩二さんなどを代表する、いわゆるアートアニメのような世界では、重厚な世界観を表現する世界もあるにはあるんですが、これはですね、非常に根気と時間が必要な作業で、10分のアニメを作るにも何年もかけて制作するという作家さんもいるくらいの世界です。10分に何年もですよ。やばいでしょ。もし時短を考えるなら、シンプルな線画とシンプルなアニメ塗りで絵を制作する。基本的にはこれが一番絵を早く仕上げられる手法なんじゃないかと思います。そしてさらにもう一つメリットを挙げるなら、真似しやすいというのもあると思います。真似しやすいってメリットなのって思う人もいるかもしれませんが、これは特に絵を仕事にしていくならとても重要なメリットですね。特に多くの仕事を請け負って他の人の手も借りなければいけない場合、もしくは他の人に自分の絵柄で何かのコンテンツを制作してほしい場合だったり、そういった自分以外の人の協力を得ようとする場合において、真似しやすいというのは非常に大きなメリットになります。それに真似しやすい絵柄であればあるほど、見た人に、自分でも描けるかもって思ってもらえて、そして実際に絵を真似して描いてもらえて、それがそのまま好感度につながっていきやすいですから、真似しやすい絵柄であることというのも大きなメリットになると思います。線画プラスアニメ塗りのデメリット。では逆に線画プラスアニメ塗りのデメリットについて考えていきたいと思います。まずパッと挙げられるのは安っぽく見えがちというのがあると思います。特に色塗りがシンプルな分、色選びでミスってしまったり、印刷に失敗してしまったりすると、なんかこの絵ちょっとスカスカじゃない？なんか下手くそなんて印象の絵になってしまうことがあります。シンプルな絵柄にする分、こういった色選びには特に慎重になる必要があると言えると思います。で、さらにデメリットを言うと、この絵柄はデッサンが非常にごまかしにくい絵柄と言えると思います。厚塗りはですね、あまり自信がない部分を、あえて境界線をぼかして描いたりして、見た人の印象を意図的にそこからずらす。そんなごまかしテクニックが使えるんですが、線画は全ての境界線をはっきりと描いていくやり方なので、描くもの全てに対してデッサン力が問われる描き方だと言えると思います。しかも、線も塗りもシンプルな分、おかしいところがちょっとでもあると見た人に、見ろよこの絵。手短すぎじゃん。こんなの俺でも描けるよ。なんてね、すぐに変な部分を発見されてしまうっていうデメリットもありますね。で、最後にこれは意外に思われるかもしれませんが、線画プラスアニメ塗りは修正が大変というデメリットもあります。修正作業はそこまで変わらないかもしれませんが、特にデジタルにおいて線画と塗りのレイヤーを分けて描くことが多いこの描き方は、ここの形を直したいって思ったら、まず線画を消して、で、その線画を修正して、で、その後に塗りのレイヤーに移動して、塗りを直して、で、もうめんどくさい。そんな感じで結構手間がかかったりするんですね。それにレイヤー数が多くなってくると、髪の毛のレイヤーってどこだっけ？なんてレイヤーを見失ってしまう場合も多いので、意外と修正に時間がかかってしまう。それもアニメ塗りのデメリットと言えるかもしれません。厚塗りのメリット。さて次に厚塗りのメリットを挙げていきたいと思います。厚塗りは例えばこんな感じのイラストですね。はい、もう見て分かったと思うんですが、厚塗りの一番のメリット。それは書き込みの密度や塗り重ねの重厚さによる重々しさ、かっこよさを表現しやすい絵柄だということだと思います。厚塗りの絵を見るとね、なんかすげえってね、男の子心をくすぐられる部分ってありますよね。重厚な塗り重ねによって絵としてもとても豪華に見えるのも大きなメリットだと思います。そういう特性があるので、特にモンスターの絵だったり、迫力のある壮大な世界観を表現するためのコンセプトアートだったり、絵全体の雰囲気としてかっこよさを強調したい絵柄の場合には、ものすごく効果を発揮できる絵柄と言えると思います。例えばね、僕が長年お仕事をさせていただいていたデュエルマスターズのカードゲームのイラストなんかも、カードのイラストはどれもこれも緻密で、密度感たっぷりに書き込まれたイラストが多いですね。カードゲーム系のお仕
仕事をする場合にも、厚塗りはすごく引っ張りだこの絵柄と言えるかもしれませんね。で、これはもしかしたらあまり認識のされていないメリットかもしれませんが、厚塗りのメリットとして、ラフから清書に進む際に書き直す必要がないというのがあると思います。実は厚塗りはですね、書く側にとってとってもメリットがある絵柄で、厚塗りって上からガシガシと塗り重ねながら完成を目指していく書き方をしますよね。なので、ラフを書いて、で、そのラフを元に清書に進む際に、どんどんと塗り重ねをしていけば、そのまま完成までいけちゃう書き方なんですね。ちょっとわかりにくいと思うので、線画の場合はどうなのか説明するとですね、線画の場合には、ラフを書いて、そしてそのラフを元に清書を書いていく場合、一旦ラフを透かして、また一から線画を綺麗に書き直していく必要があったりするんですよね。これってね、また振り出しからスタートするようなものなので、作業としては二度手間ですし、何よりもね、また最初から書くのか、みたいな精神的コストもあるんですね。それをしなくていい分、厚塗りのラフから清書まで一直線でいけちゃうっていうやり方は確実にメリットと言えると思います。そして3つ目のメリットは修正が簡単ということです。さっきの線画のデメリットとは逆に厚塗りは修正が簡単です。なぜなら上からガシガシと塗り重ねしていけばいいだけですし、レイヤーをそこまで気にする必要はありません。線画と色のレイヤーが分かれている場合が多い線画プラスアニメ塗りの場合は、レイヤーを保ちながら変形をかけようとすると、線と塗りのレイヤーそれぞれに対して同じ処理をレイヤーの数だけ繰り返さなければいけませんから、結構なね、手間なんですよ。ですが、レイヤーを統合しても問題のない厚塗りの場合には、ここ全部変形しちゃおうって感じでね、変形をかける時も全体を歪ませたり拡大したりね、思いのままですよね。修正が簡単にできちゃうこと。これは厚塗りの大きなメリットの一つですね。厚塗りのデメリット。では一方で、厚塗りのデメリットは何かというと、これはですね、厚塗りをやっている人が一番感じていることだと思うんですが、もうひたすら時間がかかるってことですね。特にこだわりが強い人にとっての厚塗りというのはもう一言で言うと、沼。どこまでも緻密に細かく厚く塗り重ねていけてしまいますので、こだわればこだわった分だけ見栄えを良くしていける分、ずーっと書いちゃう。もう書いても終わんない。なので、その分だけ時間がかかります。趣味でやっている分には全然いいんですけどね。これを仕事にしようとした場合、効率という観点から見て、ある程度割り切ったやり方をしていかないと、厚塗りで効率の良さを求めていく場合には、慣れが必要になってくると思います。それと、デメリットの2つ目。これも線画プラスアニメ塗りの裏返しになりますが、重厚な絵柄の分、新参者を寄せ付けないような重々しさや、とっつきにくい印象を与えるのも特徴としてあると思います。パッと見ね、なんか怖いって反射的に思ってしまうこともありますよね。この絵的な効果をうまく利用して、例えば怖さや気持ち悪さを表現したホラー作品を厚塗りで描いていくと、逆にそのとっつきにくさがメリットに転じる場合もあると思いますが、多くの人にとって受け入れやすい絵柄かというと、これもちょっと工夫が必要になってくると思いますね。そしてデメリットの3つ目は、真似しにくいということです。これもさっきの線画プラスアニメ塗りの裏返しですね。大量生産や集団作業には厚塗りは向いていませんので、大量に生産しようと思ってもそれは結構難しいです。この絵、いい感じに塗り重ねしてくださいって頼まれても、これどうやんのってね、頼まれた方が困っちゃいますよね。それのどこがデメリットなの？パクられにくくていいじゃんって思うかもしれませんね。確かにそうだと思います。ですが、仕事として長く続けていく場合、人の手を借りて、なるべく効率化を図っていくというのも大事な考え方の一つです。それが難しいとなると、1枚の単価を上げたり、一人でも超頑張っていっぱい書くなどのその他の工夫が必要になってきますが、選択肢が狭まる分、人によってはなかなか継続していくのが難しいというデメリットもあるかもしれません。線画プラスアニメ塗りか、それとも厚塗りか。さて、ここまで聞いて、じゃあ結局どっちの絵柄にすればいいのさ。どっちもどっちな気がしてきたし、もう決めらんないよという人多いと思うんですね。では、ここではっきりと言い切っちゃいましょう。これからイラストの絵柄を決めたい。でも、決められずに悩んでいる人はですね、線画プラスアニメ塗りか、それとも厚塗りか。ズバリ、どっちも描いちゃえば OK です。はい、もうね、用途や気分によってどっちも好きな方を描いちゃってください。今回は線画で描
描きたいなって思ったら線画で描いても OK ですし、今回は厚塗りで描いちゃおうかなって思ったら厚塗りで描いちゃって OK です。質問者のミリーナさんは実はその辺の本質をもうすでに分かっていて、グッズなどの多くの人にとってとっつきにくい商品を作る場合には線画プラスアニメ塗りがいい。美しいと感じられる絵にする場合には厚塗りが向いているってもうね、すでにコメントで分析ができているわけじゃないですか。なら簡単です。それぞれの場面によってそれぞれの描き方を使い分けちゃえばいいんですよ。いやだって当然ですよ。だってそれぞれの描き方の得意な表現だってそれぞれ違うわけじゃないですか。だとしたらそれぞれのいいとこ取りをした方が正直得じゃないですか。実は僕もですね、アニメ塗りと厚塗り、時と場合によって使い分けてるんですね。こちらはお店の看板をデザインした絵だったので、ポップでライトな雰囲気を演出したいイラストでした。なのでこのように線画をくっきり描いて楽しさやとっつきやすさを前面に押し出したイラストになるんですが、逆にこっちは全体的に厚塗りにして重厚で、そしてその奥に何かメッセージが隠れているような、そういう雰囲気を醸し出すように描いたんですね。でもこの2つの作品両方とも僕の作品だと伝わると思うんです。そうなんです。線がアニメ塗りなのか厚塗りかって実はそこまで絵柄とは関係ないんですよ。絵柄というのはそういう表面的な部分だけで決まるのではなく、どのように考えて何を描くのか、どういう画面構成にするのか、そういった絵を描く以前の考え方で決まる部分も非常に大きいんですね。それを踏まえて考えれば、線で描こうが色面で塗り重ねようがあなたの作品であることには変わりがありません。今回の質問者のミリーナさんもぜひ自由に考えて、今まで培ってきた厚塗りテイストはそのまま活かしつつ、今回は線画をメインにライトに仕上げてみようかなってね、時と場合によって違う描き方にもチャレンジしてみる、そういった考え方でぜひ柔軟にいろいろな絵柄に積極的に挑戦してみてはいかがでしょうか。きっとその中からミリーナさんのオリジナルが見つかるはずだと思います。頑張ってください。応援しています。以上が今日僕が伝えたかったことです。いかがだったでしょうか。また厚塗りに関しては結構ね、難しそうっていうイメージがあると思うんですが、実は厚塗りはですね、超簡単に描けちゃいます。そんな簡単な厚塗りイラストの描き方を紹介した動画、これだけ厚塗りが簡単にできる手順とはもおすすめです。これを見たおかげで厚塗りが描けたという声を多数いただいておりますので、効果は絶大です。ぜひ視聴してみてくださいね。そして皆さんに有益な情報を忘れずお届けするために、ベル通知オンの設定もぜひぜひよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。ということで再放送をお届けしました。いかがだったでしょうか。新チャンネルのチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。